許された敵キャラといえば、いろいろやらかしたのに許された敵キャラが好きです。画像はナルトのオロチマル。物語序盤のボス敵のような存在だったのに物語後半は性格が丸くなって保護者のようになっていた。いろいろあったけどのいろいろが本当にいろいろなんだよね。その言葉で片付けられるレベルじゃねえ。オロチマル好きやわ。焼肉級でバイトもしてて笑える。三井久志一択。ヤスをなぶったことだけは許してない。あそこまでやって許されるのすごいなと個人的にずっと思ってるけど、みんなミッチー好きだよね。私もまだ許していない。傭兵たちが罪をかぶって停学になったのに、スタミナもないのにしれっと復帰しやがって。バイキンマンかな。バイキンマンは悪さしなければ許されてるよね。悪さできないキャラと一緒にいる時のバイキンマン可愛くて好き。ロールパンナにしたことは擁護できないな。そのせいで彼女はずっと一人で洞窟暮らしでしょう。映画版とかでも一つの国を滅ぼそうとしてたりするのに結局アンパンチ程度で許されてるのすごい。ブルマの旦那。その言い方。ピッコロと天津飯もだよね。なんならヤムチャも。少年漫画は多いよね。昨日の敵は今日の友。ドラゴンボールはほとんど最初敵で出会ってる気がする。同名字司かな。F を全員かもだけど。許してない人は大勢いるけどね。いや、だいぶ許されてるよ。連載中も人気すごかったし。松潤効果もあるだろうね。ジョジョ4部のゆか子。いくら美少女でもホラー映画のような所業されて惚れちまう光一くんすげえよ。光一くんはゆか子の見かけじゃなくてあの性格こそ好きになっちゃったって言ってたよね。器がでかすぎてむしろ光一くんが怖いわ。おもらしとかさせられてたっけ。光一くんマジ人格者だわ。露伴も懐いてるし。鬼滅の刃の赤座。作中では許されてないけど視聴者から許されてるよね。少なくとも作者からは許されてる気がする。日本映画の1位の煉獄殺してるのに許されるって環境もあるけど石田明のおかげも絶対ある。進撃の巨人からライナー、兄、ガビ。ライナーは途中から精神病んでてかわいそうだった。敵だけど被害者でもあるよね。兄はなぜかパイ食べて許されたイメージ。ガビは環境の被害者といえばそうだけど許されてるかといえばどうだろうね。そんな進撃で読者からは怒りを買ってないけど作中大半の人物から許されてないのはエレンなんだよな。ワンピースのロビン。今でこそかけがえのない仲間みたいになってるけどもともとはクロコダイルと組んでアラバスタ乗っ取りに協力してた敵。麦わらの一味に直接の影響がなかったとはいえマリモを除いて1話で受け入れてたのには意外だった。シャーマンキングの朝倉派をラスボスみたいな立ち位置だったし大量に人殺した事実は変わらないのに、最後はなんかハオが救われて皆に囲まれてほっこりみたいな展開になってた。魂消された人いたよね。リリララとかいう人。リリララ、何も悪いことしてないのにね。ギゼルグの両親とかだって善人だったし。名探偵コナン、ベルモット、黒の組織で相当悪いことしてると思うけど読者側やコナンサイドからは許されてる気がする。コナン側のメンバーに直接危害加えてないんだっけ。なんなら新一蘭の味方まである。黒の組織ならウォッカも許してる。花より団子の桜子。桜子は許されたよね。でも海は許されなかった。カラクリサーカスのパンタローね。この笑顔で許された気がする。ハンターのメルエム。いろんな人に恨まれたままの最後だけど間違いなく一人からは許されてた。ゴールデンカムイの家長かの殺人ホテルでやったことは絶対許されない大量無差別虐殺なのに、最後院からまっちゃんを助けてからどうしても許された感じがしちゃう。キンカムはなんか勝手に救われたり勝手に満足したりして死ぬ奴らもそこそこ多かったよな。かつては主人公を突き落としその体を入れ替える策略を巡らせるもなんだかんだ失敗して、突き落とした相手からも読者からも許されたキャラ、ふつつかな悪女ではございますがの軽月。これは相手が悪すぎた。ですら、白色彗星帝国時代は不憫だった。相当なのに。隣の惑星のスターシアのことが好きだったんだよね。振られてたけど。誘白のヒエとクラマ。主人公陣営にはそんなひどいことしてない？ヒエは結構にしてたか。まあそれでも味方になるのには申し分ないキャラだったね。誘白も少年漫画の王道を言ってるよね。この辺りの展開大好きだった。昔からジャンプはみんなそう。男塾やら筋肉マンなんかも皆仲間になってる。鋼の錬金術師のグリード。こいつの最後は感動した。グリードいいよね。初期では地位名誉力金。この世の全てのものを欲してた彼が最終巻で自分が本当に欲してたものに気づいたシーンほんと好き。ハガレンならキンブリーも。作中では許されていないけど読者には許されてそう。大の大冒険のハドラーかな。素晴らしかったぞ。お前の残した弟子たちは俺の生き方すら変えてしまうほどにな。最高。
鬼滅ならこの兄弟も外せない。読者からしたらこの子供たち責める気になれない。でも炭治郎に君たちのしたことは誰も許してくれないって諭されてたのが切なかった。被害者からしたら絶対許されないよな。流浪に献身、瀬田宗次郎、暗示を背負う、篠森青し。暗示を背負うは生地怒るの苦手だから一旦火がついた怒りの収め方わからんかったところもあったのかな。宗次郎と青しはまあ、イケメン無罪ってやつか。殺生丸様かな。味方というか、本人は素直に認めないけど主人公側と共闘もするようになったし、初期に比べて後半はだいぶ丸くなった。ドラゴンボールは本当に多いな。17号と18号もだし、まさか18号がクリリンの嫁になるとは。現在時空の17号18号は悪いことしてなくない？車奪った以外何もしてないしドクターゲロ以外誰も殺してない。ひでえのは未来世界の方やで。クワトロバジーナ。しゃあ、後にまた敵となるけど。通り部のカストラ君。メンヘラがゆえに善良なキャラを2人も殺したが、出所したら許されてしれっと味方になっている。周りのキャラにも許され仲間の結婚式で普通にはしゃいでるのもすごいと思う。銀玉、高杉晋介。大規模なテロを起こしたり銀時と長年対立してきたのに終盤は綺麗キャラになったよね。ブルーロックのクオン。裏切った剣を一発殴られただけでメンバーから許されてたけどなんでって感じ。普通絶対許されない。ドクターストーンの獅子王司と氷河かな。司は根は善良だからまだわかる。氷河は割と人を殺し気味だけど許していいのかと思った。でもドクターストーンは敵キャラがその後すぐ大体心強い味方になってくれるのが熱い。国王くんのサタコウコとサタン。ヌーベイの玉もをしたい。作中でも強固にジャンプの負けた敵キャラは味方になるのって言われてたよね。たくさんそれ系出てたけどやはりドラゴンボールやジョジョや悠々白書でも確かにそうだったからお約束といえばお約束だった。赤ずきんちゃちゃ、ポピーくん。確かに最初は敵で出てきてたね。仲良くなってよかった。それならお邪魔女ドレミの音符ちゃんもそうだね。恋敵というのであればときめきトゥナイトの神谷さん。ずっとライバルポジで出てたけど最終的にはランゼの親友になった。犬化して大冒険にもついてってたし読者側もどんどん好きになったと思う。古場の秋と年暮れ、学べ。いすずかわいそうよな。一歩間違えたら死ぬようなことされて一生もんの傷も刻まれて許さないけど謝ってほしいわけでもないっていう。左目と恋人を失った羽鳥も相当かわいそうだった。学べ許してるやついないだろ。結構許されてる。作中で許されてると読者からは許されてるが混ざってますね。私も慶月様のことは許してるし大好きです。すごい漫画の演出方法をまとめた動画、今回は吹き出しに絞って紹介しています。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。